こんにちは、なおです。今回は簿記3級についての話をしたいと思います。具体的には、勉強の期間とテキスト、あとは勉強の全体像についてお話ししていきます。で早速ですが、勉強の期間について。その前に、これが私は大学生の時に受けた簿記3級の結果なんですけれど、こんな感じで96点で合格していると。でまず勉強期間について、私は13日間勉強しました。じゃあその13日間の中でどれくらい勉強したのかっていうこと気になる方多いと思うんですけど、35時間勉強しました。なのでこの1日あたりに取れる勉強時間でしたり試験までの日数っていうのは人によって違ってくると思うんですが、この35時間っていうボリュームを一つの目安にして、それぞれ割り振っていただけたらと思います。でただあまりに1日あたりの勉強時間を低く見積もってしまう人、見積もってしまうと、どうしても全体の論点をさらうのに時間が経ってしまう。でそうすると、復習にかける時間っていうのが多くなってしまうんですよね。思い出すっていう作業にかける時間が、余分に取られてしまう。でそうすると必然的に、学習全体の時間が、大きくなってしまいがちだと思いますので、ある程度1時間とか2時間とか、そういうユニットで各日数割り振っていただくといいと思います。で逆に、1日に勉強を詰め込むパターン、15時間を3日間やるとか、10時間を4日間やるとか、そういうのもあんまり良くない。でなんでかっていうと、これすごい言葉にするの難しいんですが、簿記のように、仕入れた知識をどうやって運用していくのか、その運用が学習の中心になってくるような科目って、知識を仕入れてからある程度期間を置く、寝かせる段階っていうのが必要な気が個人的にはしているんですよね。なので、1週間とか2週間とか、3週間とかある程度ゆとりがある中で、かつ制限のある期間の中で、さっきの30時間40時間っていう時間を配分していただけたらと思います。これは期間についての話で、2つ目が、テキストについての話で、テキストについては正直、書店に売っている、市販されている、でかつ実績があるようなテキストだったら何でもいいと思います。で、私個人としては、こちらの、みんながもうすごい文字が、薄くなってきて読みづらいと思うんですけど、みんなが欲しかった簿記の教科書、滝沢七海先生っていう人が書かれた本を使いました。で、私簿記3級のテキストを全部使ったわけではないので、これが一番優れたテキストって断言することできないんですが、このテキストは非常にいいです。おすすめですね。でなんでこれおすすめかというと、私が考える簿記学習における優れたテキストの条件って3つあるんですが、この3つの条件を全て満たしているんですよね。でその3つの条件何かっていうと、1つ目が内容が網羅的であること、2つ目が文字情報以外による解説が豊富であること、で3つ目が問題が充実していること。この3つです。でこのテキストについては今言った条件を、網羅している、満たしているので、何か特にこだわりがなくて何買ったらいいか迷っているっていう方はこれ買ったら間違いないと思います。でただこれ見ていただくと分かると思うんですけど、こんな感じで簿記のテキストにしては珍しく多色刷りなんですよね。なんで他のテキストと比べた時に値が張る。でこの値が張った数百円に対する捉え方っていうのは人それぞれだと思うので、この辺りはご判断にお任せします。これはテキストについての話で、次に簿記の学習全体像についての話です。で簿記3級の学習全体像、フェーズが3つあります。1つ目が問題集記、2つ目がテキスト記で、3つ目が演習記。この3つです。でそれぞれのフェーズで何をどのくらいの時間をかけてやったのかっていうのをこれからお話しします。で、やってることは非常にシンプルで、テキスト記の時は、このテキストで言ったらテキスト部分を読む。で問題集フェーズで言ったらこの問題集の部分をやると。でこのテキスト、すごい分かりやすくて、テキスト部分と問題集部分が分かれているんですよね。別冊になっていて、なので学習全体において自分が今何をやっているのかっていうのを常に把握しやすいっていう点で、
この作りは、私がこのテキストをお気に入りである理由の一つになっているんですけれど、それぞれやると。でテキスト記では、こう頭から理解していくんですけれど、こんな感じで、それぞれの論点に沿った内容で演習問題が要所要所に掲載されているので、そういったところも、ちゃんと解いていく。1週目からちゃんと解いていく。でこうテキストを回していく中でこんな感じで、自分でマーカーを引いて情報を紐付けて、理解しやすい状態にしたり、あとは、こんな感じで、ふさなって書いてあるんですけど、もう自分で考えた、ロゴとかをこう書いて暗記しやすい状態に保っておくと。あとはこんな感じでちょっと難しい論点があったらここに難しいって書いてハイライトして、こう自分が目に留まりやすい状態を保っておいたり、このピクチャーを書くことでより直感的に理解できるように、しておく。自分の理解が整理しやすい状態を保っておく。こんな感じで、テキストをこう周回していくのがテキスト記になります。でテキスト記は私は20時間ぐらい費やしました。で次に問題集記は、シンプルで基本的にはこの問題集を頭から、解いていくと。でこの問題集フェーズで、解いた問題っていうのはこう解きっぱなしにするのではなくて、間違えた問題、なんで間違えたのか、どの論点の知識が抜けていたのかっていうのをちゃんと特定してあげた上で、この教科書に立ち戻ってで復習して、漏れていた知識を暗記もしくは理解を深める必要があると。っていうのをやるのが問題集フェーズになります。で最後の演習記なんですけれど、これは本番と同じ形式で簿記の問題を解いてみる。でこちらのテキストには実際に本番で出てくるような形式で、予想問題のような形で3回分テストが含まれているので、私はそれをやりました。それに大体、2から4時間ぐらいの時間を割きました。で書店に行くと予想問題だったり過去問ってたくさん売ってると思うんですけれど、簿記3級に合格することが目的の場合は、必要ないと思います。この2冊だけあれば十分です。なのでどうしても100点を取りたい人でしたり、あとは試験まで日程が空いてしまっている、問題テキスト全部やったんだけど試験まで日程が空いているから、自分の知識のメンテナンスのために新しい問題に取り組みたいっていうような、理由がある人たちにとっては、そういった問題解くのはいいと思うんですけれど、基本的には、追加的に問題集などを買う必要はないと思います。これだけあれば十分だと思います。はい、以上が簿記3級の勉強期間とテキスト、あとは勉強の全体像についての話でした。でこちらの動画の中で何か質問等ある方は下のコメント欄もしくは Twitter の方でよろしくお願いします。で3つ目の勉強全体像の中でじゃあ具体的にどうやって勉強するのかっていうことについてはまた別の動画を撮りたいと思います。あと私、来月日本帰るんですけれど、その際に友達に簿記を教えることになっていて、でもし機会があればその時もカメラを回して皆さんと一緒に勉強しているような、感じになるような動画を撮りたいと考えているので、興味がある方はそちらもぜひご覧になってください。どうもご視聴ありがとうございました。勉強頑張ってください。バイバイ。